こんにちは、パピガニです。マイクロソフトフライトシミュレーター2024のメジャーアップデート SIM アップデート5が先月末にリリースされて、プレイステーション5版の MSFS2024 が VR に対応しました。そこで今回はプレイステーション版での VR モードへの切り替え方法やゲーム内でのタッチコントローラーの使い方をキャリアモードを開始する例を使って解説していきたいと思います。なお今回は PS5 版の VR の操作を解説していますが、キャリアモード全般の VR 操作についてはこのチャンネルの再生リスト MSFS2024 キャリアモードで多くを紹介してますので、キャリアモードを進めていきたい方はそちらをぜひご覧ください。では早速いってみましょう。プレイステーション版の MSFS2024 を PSVR2 で起動する場合、最初はデスクトップモードで立ち上げて、その後にデスクトップモードから VR モードにスイッチする必要があります。おそらく多くの皆さんが戸惑うのは、センスコントローラーとタッチコントローラーのどちらで操作するのかというところですよね。考え方としては VR モードに移行するまではセンスコントローラーを使用する必要があります。ただし VR モードに移行した後もセンスコントローラーは使用できます。ここがややこしいところなんですよね。見分け方としては VR モードのアイコンの右下にヘッドセットのマークがある場合はタッチコントローラーが使えて、ヘッドセットのマークがない場合はセンスコントローラーが使えるという理解でいいと思います。さてここでセンスコントローラーとタッチコントローラーのボタン配置の違いを説明します。違う部分は2つあって、まず人差し指と中指で操作する L1、L2、R1、R2 のボタン。センスコントローラーではボタン配置の上から1、2になっていますが、タッチコントローラーはこれが逆転します。つまり中指で操作するのが1、人差し指で操作するのが2です。2つ目は押しボタンの配置。センスコントローラーの右親指で押す丸×三角四角はタッチコントローラーでは右手と左手に分かれます。右手に丸と×、左手に三角と四角です。ちなみに左手で操作する十字キーのボタンはタッチコントローラーにはありません。それではここから先は実際にプレイしながら説明していきます。まずですね、このデスクトップモードで VR をね、USB コネクタを接続した状態で VR の電源を入れます。電源を入れると、この画面上に VR モードの開始終了が出てきます。で、ここでは VR モードの開始終了を指示するのはセンスコントローラーの方で行う必要があるんですね。L1 と L2 を押してメニューボタンを押すと。で、最初にですね VR モードでアクセスするとヘッドセットの中からはこんな風にね、メニューの、デスクトップの画面が目線よりかなり下の方に出てきます。で、真ん中にね、再センタリングっていう風に出てきていて、正面を見て R1 とメニューボタンを押してって書いてますけれども、タッチコントローラーのね、×ボタンか四角ボタン、どちらかを押すと再センタリングが実行されます。この画面上の指示している、ボタンのアイコン、先ほど言ったヘッドセットのマークというのはここにある R1 と R2 の下と、あとメニューボタンの下にあるヘッドセットのちょっと小さいマークがあると思うんですけども、このことを言ってます。だからこの操作はタッチコントローラーのボタンで操作しますという意味になるんですよね。はい、それではですね、ここから VR モードでの操作を説明していきたいと思います。PC バージョン、Steam バージョンでの、メタクエスト3を使った場合と操作はほとんど一緒です。基本的な説明としてはですね、このまずタッチコントローラーのレイキャストですね。これはマウスと同じようなイメージで操作できるようになります。そしてこのレイキャストをクリックするのは、右手でも左手でもどっちも同じなんですけども、L2、R2、人差し指で握るボタンでクリックする操作になりますね。で、今キャリアモードを指定したんですけれども、もう私の場合は1回ですね、キャリアモードを始めていますので、こんな画面になります。で、これだと最初からの説明にならないんで、1回リセットしてみますね。で、ここもちょっと操作がややこしいんですけど、バツって書いてますけど、これはセンスコントローラーの方のボタンを意味しています。タッチコントローラーのバツボタンを押しても何も起こりません。この中心がね、自分の向いてる方にリセットされるっていう、そっちのボタンが有効になっていて、次へっていう動作はないです。で、実際にはこの認証というね、ところをレイキャストで指定してクリックする操作が必要になりますね。ちょっとその辺がかなりややこしいとね。で、ここに1回入ってからじゃないと戻れないんですよね。初めて本部に戻るが出てくるんで、これはタッチコントローラーの丸ボタンを押すとここに戻るっていう形なんですね。で、メインメニューに戻るっていうものがまた出てきます。
キャリアモードをリセットするためにはこのプロファイルのメニューに入ります。プロファイルのメニューの下の方にキャリアをリセットするというのが出てきます。でこれをクリックすると、はい、これでキャリアがリセットされます。で最初からというふうになるわけですね。でキャリアをリセットと、はい、リセットしたのでホームメニューに戻ってきましたね。でここでもう一回キャリアモードに移行します。でなぜか最初の時点では、オープニング画面が出てきます。何もしないとね、多分延々と見せ続けられるのでスキップをしてください。スキップを押さないとなかなか次に進まないです。でパイロットの道っていうのが出てきて、最初に設定するのは自分が常にその練習とかする最初の、空港ですね。イメージ的には、実際にそのパイロットライセンスを取るときにどこの空港で取りますかというイメージになります。でこれが後々どこに影響するかっていうと、最初にですね、プライベートライセンス PPL を取った後に初飛行っていう形でミッションが始まります。でその初飛行を開始できる場所がその最初に選択したこの空港のエリアの周りから始まるっていう感じですね。その後はどんどんエリアが広がっていきます。後々最終的にはね、ヨーロッパとかオーストラリアとかいろんな場所でミッションが展開されるんですけども、最初のミッションが展開されるのはこの指定した空港の周りであるということを覚えてください。でまずここで調布飛行場を選びます。できれば皆さんも自分のね住んでいる場所の近くの飛行場を指定した方がいいと思いますね。そうすると、練習中とか初飛行のミッションの中で地域のねよく知ってる場所を飛べるので、その方が楽しいと思います。はい。で、調布飛行場、これを選択しますね。どうも、あなたがパピガーニですね。それでですね、この音声なんですけども、音声のなんていうか発話がかなり変わりました。前はね AI の合成音声そのまんまだったんですけども、非常に聞きやすくなっていると思います。調布飛行場へようこそ。この航空クラブのオーナー高志です。当クラブでは自家用操縦士免許の取得に必要な全ての訓練レッスンを提供しています。はい、PPL を取得すれば、あとは飛行時間を増やしていき、乗客たちを初飛行に連れていくことで経験を積んでいくことができます。ですがその前に外へ出て飛行機体や現地の環境に慣れておきましょう。ここまでの、ね、パネルの表示なんですよね。この後に 3D 空間での表示に切り替わります。はい、ここは調布飛行場ですね。目の前にアジスタが見えますけれども、 VR なのでこんな風にして周りを見回すことができます。シムアップデート5の前はね、自分の体を見ることはできたんですけども、なぜかね今はできなくなっています。ちょっとその辺は残念ですね。で左手のサムスティックを使うと自分の体を移動できる。通常のゲームと同じような感じですね。飛行します。この機体は私たちのフライトスクールの主な練習機です。当シェスズナはグラスコックピットと180馬力のエンジンを備えていて、上昇性能が良く操縦も簡単です。こちらは準備万端です。そちらの用意ができたら乗り込んでシートベルトを締めてください。はい、そしてねこうミッションが出てくるんですけども、これはちょっと邪魔であれば好きな場所に移動することができます。ちょっと歩き方とかその辺をね前もって説明します。訓練ではエルロンのチェックをしたりとか、いろんな場所のチェックをする必要が出てきます。でこのチェックする場所が青いで丸で表示されますんで、そこを低キャストを当ててねクリックするとチェック完了という形になります。と開くところ、タッチになっているところもこういうふうに開くことができるんですね。であと歩く動作について簡単に説明しますとね、しゃがみたい場合は右手の×ボタンを押します。そうするとしゃがんで翼の下をね歩くことができるようになります。右の丸ボタンですね。丸ボタンは歩くと走るの切り替えです。はい、では中に入ってみましょう。ここではドアをクリックして中に入ってみます。ようこそいらっしゃいました。おくつろぎの間に飛行計画を確認しましょう。でもう一つちょっと重要なボタンを説明すると、これ左手でも右手でもいいのかな。手前のボタン、四角ボタンをクリックすると自分の居場所がねリセットされます。この 3D 空間の中のヘッドセットの位置によって周りのね空間がリセットされるという風になりますんで、ちょっと自分が前にいる場合とかですね、右にずれてる場合は現実の自分の位置を固定した状態で周りの仮想空間の中をですねリセットする位置を変えることができる。高さも同じで、ちょっと隣の人の目線より高すぎたり低すぎたりした場合はリセットすることで目の位置を合わせることができるんですね。ここから先はですねミッションステップということで、一応簡単に R1 と下方向キーを押して指導開始できます。ただこれはヘッドセットのマークがないんでセンスコントローラーで操作しないといけないんですよね。でセンスコントローラー手元から探してやるのめんどくさい場合は、ある程度ねやり慣れるとエンジンのスタートは割と簡単にできますんで、タッチコントローラー使えばその手順をここで示していきます。一般的なセスナ機の場合はまず燃料セレクターをボースにします。でここに燃料バルブのオンオフがあるんですけど、これが閉じてる場合だと開いた状態にしないといけないですね。でミクスチャーは50
50% ぐらいに設定して、スロットルは 10% ぐらいの位置にしないといけないです。ここまでやったら次に電源ボタンを入れていきます。電源ボタン、オルタネーターですね、と、バッテリーの電源をオンにします。ここでアビオニクスマスターですね。この2つのボタンをオンにします。はい、これ1と2は左手と右手ですね。で、この右手のガーミンは、これを有効にするためには入力ボタンですね。ここにあるロックあるボタンの一番右側、これを押すと、右側のこのガーミンの画面もオンになりますね。で、ここで手をエンジンをかけていきましょう。エンジンはこの左手にイグニッションキーがありますので、これを右に回します。そうすると始動する。完璧です。風は343度の方向から2ノットの速度で吹いているので、35滑走路から離陸します。よし、それでは滑走路までタキシングします。で、これはね、教官の方がやってくれるんですよね。特に何も操作する必要なく。はい、これで、一応定位置につきましたんで。ここからが楽しい部分です。ブレーキを解除した後、最大出力で加速しますよ。55ノットに到達したら離陸します。当機は速度75ノットで上昇します。これはセスナスカイホークに推奨されている上昇速度です。上昇中は標準的なトラフィックパターンに従い2度旋回します。心配はいりません。手に負えないときは私が手助けします。パーキングブレーキを解除してください。そうしないと動き出せません。はい、離陸シーケンスの停止の中でブレーキを解除する R と四角なんですけども、これもねセンスコントローラーなんですよね。なのでタッチコントローラー使う場合は、ここに、操作するものはね順番に青く光るので、それをタッチコントローラーでタッチするというふうにすると、出来ブレーキが解除されます。離陸の準備はできましたか？フルパワーで出発しますよ。はい、これも同じでね、タッチコントローラーの×ボタンを押しても動きませんので、直接タッチしてスロットルを上げていきます。で、左手ですね、まずこのハンドルヨークを握っておいた方がいいと思います。で、この状態でスロットルを最大にすると。スロットルレバーを一番奥まで押し込んでください。ヨーク操縦輪を操作してください。離陸中の操縦は私がします。55ノットに到達しました。ヨーク操縦腕をゆっくり引いて離陸しましょう。ヨークを引きすぎると速度が落ちますよ。航空機を地平線の少し上に保ってください。はい、大体この角度をね、最初の旋回に差し掛かっています。5度ぐらいの角度から10度ぐらいの角度がいい。セスナ172はわずかなヨークの操作で旋回します。現在の高度は300フィート。フラップを格納します。左に旋回を始めてください。上昇を続け、次の旋回に備えてください。で、フルスロットにするとちょっと回転数が悪すぎるのでちょっと下げます。目でしっかりと覚えてください。 OK、 もう一度左に旋回してください。もうすぐです。いいですか？1600フィートまで上昇する必要があります。500フィートの高度を保ってトラフィックパターンを維持します。で、1600フィートはここですね。ここが1600になるので上昇します。とてもいい感じではありませんか？いいですね。高度は海抜1600フィート、トラフィックパターンの上空500フィートです。これで他の航空機との安全な間隔が確保されました。周囲を見渡してください。空港が見えますか？アジスタが見えますね。飛んでいきましょう。で、ちょっとスピードが上がりすぎるんで少しスロットル下げます。ナビゲートするのに忙しいのは分かりますが、景色を楽しむのも忘れないでくださいね。はい、向こう側に見えるのが新宿ですね。小金井公園が見えるのかな、向こう側。はい、この空港のところにね到達すると終了します。パイロットの才能ありですね。フライトを楽しめましたか？では地上に戻りましょう。今日はご搭乗いただきありがとうございました。ひょっとするとこれがパイロット人生の第一章になるかもしれませんよ。後ほど本社でお会いしましょう。はい、ということで最初のステップを終了ですね。これならすぐに PPL も取れるでしょう。で、ここから先が PPL プライベートプレインライセンスかな。オフィスにパソコンがあるので、そこに PPL 試験に必要な資格情報がすべて載っています。見てみてください。ここは順次進んでいく感じですね。はい、そしてこれがオフィスです。で、オフィスに入ったらここで一応認証のメニューを見る必要がありますね。キャリアを積む中で取得できるさまざまな資格を確認できます。最初のステップは自家用操縦士免許の取得に向けて取り組むことです。
はい、でこれで最初にまず自家用操縦士免許を取ります。これを取った後にここのパスが通ってですね開かれて、回転用機器の免許とあと事業用操縦士免許が取れるようになりますということですね。で順次このパスを通りながら、次の段階のライセンスを取っていくという形になります。この、ライセンスを取得したことによって今度はミッションが展開できたり、あるいはクレジットを稼いだりできるようになります。最初のステップはここから PPL 試験合格に必要な全ての訓練レッスンを受けることができます。試験を受ける前にしっかりこなしておきましょう。はい、ということで、まずは自家用操縦士免許を取ります。試験を受けるために2000クレジット必要なんですけども、最初の時点で5000クレジットが用意されています。この中から2000クレジットを使うということですね。まず訓練を受けなくちゃいけないんですけども、受けなくてもいきなり試験を受けることができるようになっています。で、この訓練の解説、あるいはその試験を受ける時の解説も私のチャンネルの再生リストの中で解説してますので、それを見ていただければ続きを実行することができるようになると思います。はい、ということで、続きはですね、それぞれのライセンスを取る訓練をするっていうのをステップ的に進んでいくということですね。いろいろこのキャリアモード、この最初はね、本当にオフィスの片隅を使わせてもらってるっていう感じなんですけども、進めていくと自分の部屋を持てたりとか、あるいは自分の会社を持って事業を展開して人を雇ってね、航空会社を運営していくっていう形になります。このキャリアモードをやることで、航空企業界どんな役割をしているか、どんな風に社会と関わっているかっていうのが分かるような仕組みになっていて、非常に面白いと思います。それをぜひとも VR モードでやることで、各航空機の操作ですね、それについても学ぶことができます。ヘリコプターの操作は航空機の操作と全く違いますし、コックピット内でのね、操作系統は航空機の機種によっても違いますので、それを吸収できるのはこのタッチコントローラーによる操作になります。そんな形でぜひともプレイステーション5でマイクロソフトフライトシミュレーター202を遊んでいる方はぜひともね PSVR2 を購入して VR の中で実際の航空機の操作に近い形で実行していくことでますます楽しい、ゲームの世界が展開されるんじゃないかなというふうに思います。ということで PC 版での解説動画を展開していて PS5 でもほぼ実行する内容は同じになりますので、ぜひこのチャンネルを登録してですね、引き続きいろんな動画を見て何ができるかを探っていただければというふうに思います。それではGood day. Papadani VR 614, leaving my channel space, push subscribe button is approved. Good day.